ご視聴いただきありがとうございます。アツパンです。今回のテーマは、腕時計は新品と中古どちらで買うかについてです。ロレックスに関しては、数年前から正規店で新品が買えない状況が続いています。並行輸入店であれば、新品を購入することが可能ですが、定価よりも高くなってしまう可能性が高いです。限られた予算の中で欲しいモデルを買う場合は、中古も検討すると思います。今後はロレックスの正規店でもアップルのように認定中古が販売されるかもしれませんが、まだですので、正規店での新品、並行輸入店での新品中古の3種類についてどう考えていたか振り返ってみたいと思います。個性的な意見かもしれませんが、共感いただけた方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。私が並行輸入店や中古に興味を持ったのは、最初にグランドセイコーを検討している時でした。いきなり新品の高級時計をして置き忘れたり、ぶつけて壊してしまう心配をしていました。高級時計をつけて仕事をするイメージもできていなかったので、買ってみても使わない可能性も不安でした。グランドセイコーでもロレックスでもブランドに関わらず、その点は今も同じ気持ちで購入しています。その当時、私が欲しいと思っていたクォーツのグランドセイコー SBGV021 は定価25万円でした。家電量販店でも購入することができたので、20% の割引で約20万円の値段で販売されていたと思います。中古店を何軒か訪問したところ、14万円で販売されていることが分かり、買い取りは約10万円ということでした。この条件は自分が生きてきた経験から考えても違和感がなく、むしろ中古の買い取り額が高いことに驚いたくらいです。買い取りの店員さんに聞いて面白いと思ったのは、新品も中古も私が使用すれば同じ中古なので買取額が変わらないということでした。短期間で売ることを考えれば中古を買う方がメリットがあるように感じました。私が購入を決めるにあたって重要なことは、製品として間違いがないものでメーカー保証が受けられることでした。そこで買取店の店員さんにいくつか質問をしてみました。まず、中古の腕時計でもメーカー保証が受けられるかどうかについてです。現物についていた保証書を取り出し、製品が正規品であることは確認できたのですが、顧客情報などが黒塗りになっていたのです。店舗にもよると思いますが、正規品での保証が受けられないことがあることを認識しました。一方で、家電量販店であれば、正規店と同じ保証を受けられることが分かりました。これが私の正規店の新品、並行店の新品、中古の時計を選ぶベースの経験になっています。結果的に家電量販店で購入することに決めました。機械式腕時計の検討をした時も同じような手順を踏みましたが、前回とは少し状況が違っていました。私が検討していた IWC のインジニア IW323902 はすでに廃盤になっていました。正規店に行って話をしてみましたが、在庫はありませんと言われてしまったので、並行輸入店で探すしかありません。余談にはなりますが、その4年後にたまたま入った IWC のブティックでこの話をしたら、1本だけ本国から入荷して在庫ありますと案内されたことがあります。デートジャストの購入直後だったため、購入には至りませんでしたが、廃盤品に出会うことがあることに驚きました。エンジニアを探しているときに、いろいろな並行店で気がついたのは、圧倒的に多く並んでいるロレックスでした。どの並行店でもメインはロレックスで、顧客のほとんどがロレックスを見ていました。私が探していた IWC は数が少なかったので、ロレックスの在庫の多さに羨ましさを感じていました。ただし、その時には定価と並行輸入店価格の違いには気づいていませんでした。デートジャストを購入した後、ロレックスの魅力に気がついてしまったため、次のモデルを検討し始めました。ただ、皆さんも経験していると思うのですが、自分が欲しいモデルを正規店で手に取ることは難しいです。最近では張り止めしたサンプルが店頭にあったり、少しずつディスプレイも増えてきましたが、3年間は本当に少なかったと感じています。そこで改めて並行輸入店にも足を運ぶようになりました。自分が検討しているモデルが置いてある並行輸入店を探し、試着をさせていただいたり、間近で現物を確認させていただいたりしました。この時にロレックスを中心として機械式腕時計の中古に関する認識を改めることになりました。新品よりも並行輸入店の新品価格や中古価格の方が高かったのです。今となっては当たり前に感じますが、最初は訳が分かりませんでした。
並行輸入店に置かれている時計は限定品のように限られた腕時計か、芸能人がつけていた実機かと思ったくらいです。また、買取価格に関してもまさか新品より高い値段になるとは思いもしませんでした。自分が買ったデイトジャストが購入金額より高くなる理由も分かりませんでした。正確な認識ではないと思いますが、常にオークション状態になっていると感じています。一時期の任天堂スイッチやプレイステーション5みたいですね。同じゲームでもドラクエ4で長蛇の列を経験した世代としては、人気があれば値上げという感覚はありませんでした。製品の数よりも一人でも多く欲しい人がいれば競争になるのは必然です。この状況で正規店の新品、並行輸入店での新品、中古のどこで購入するかはその都度検討する必要があると思います。価格の優先度が高い場合は正規店の新品がベストと思われるかもしれませんが、私はそう思っていない部分があります。例えば正規店よりも 20% 高い値段で売られていた場合を考えます。私が持っているデイトジャスト41の126300は2023年5月の定価が98万4500円でしたが、2024年3月時点で定価が119万9000円になっています。1年も経たずに約 22% も値上げになったことになります。もちろん値上げのペースは一定ではないので、今後どうなるかはわかりません。でも気をつけておきたいのは、購入まで1年かかることもあるので、今並行輸入店で買う方が安く早く買える場合があるということです。特定のモデルを探されている場合には特に正規店で探している間に探し始めた時の値段を超えてしまっている場合もあるはずです。次に、品質の優先度が高い場合は正規店でも並行輸入店でも新品がいいと考えています。中古を試着させていただくことも多いのですが、その時に気になるのが購入日と本体の状態です。まず購入日に関してですが、ロレックスで考えると10年保証が残っているかどうかは大きいと思います。さらに5年前のギャランティーだった場合は保証を受けられる期間が半分になってしまいます。ロレックスは保証が少ないので、保険料率を仮に 4% と考えると10年間で4万円の価値があり、5年になれば2万円の価値になります。この金額や保証期間をどう捉えるかは人によっても違うと思います。本体の状態に関しては中古品はどれも綺麗です。私の経験では5年前の商品でも傷はほとんど見つかりませんでした。一方で私が使っている時計は3年でも傷だらけです。大きいものから小さいものまで丁寧に使っていてもいっぱい傷がついていきます。つまり買い取り後に本体はお手入れされた状態なんだと思います。店員さんからもこちらの商品は磨いていると思いますとやんわり解説してもらいます。品質面も考慮して現行品であれば私は新品購入をしたいと考えています。では、中古に関して否定的かといえばそうではありません。毎年新作が出る中、サイズやダイヤルが現行品にない場合もあります。自分にとってのベストはそれぞれなので、中古でしか買えない場合には臨機応変に検討しています。私はまだ踏み込んでいませんが、アンティークの世界にも興味があります。踏み込むときは皆さんの意見も聞いてみたいです。今後もよろしくお願いします。